こんにちは、大岡祐介です。今回はハイパーラプスの撮影の仕方についてご説明したいと思います。そもそもハイパーラプスは、どういうものなのかって知らない人が多いと思うんですけど、タイムラプスですね。まずタイムラプスは三脚にカメラを立てて写真を何百枚何千枚にかけて撮影します。それを長時間かけてやることによってその長時間かけたものを短時間に一気に圧縮させるので、それ映像的にも、よりダイナミックな演出になるということで、以前からさまざまな現場でこのタイムラプスっていう技法は、使われてきたんですけど、それとまた違ってハイパーラプスっていうものが最近流行り始めていて、タイムラプスは三脚に置いて、写真を撮るだけ。でもハイパーラプスはタイムラプスと、同じ原理でカメラ自体を動かすことによってタイムラプスよりもダイナミックな映像演出になるということで、僕もハイパーラプスをよく利用しているんですけど、以前僕が上海にいた時にこのハイパーラプスチュートリアルを撮って、今回はその映像とともにご説明したいと思います。まず、ハイパーラプスを始めるにあたってカメラのセッティングですね。で、僕はどういう風に撮影してるかっていうと、僕は三脚は一切使いません。人によっては使う方がいると思うんですけど、僕は三脚は一切使わずにカメラの設定で、モニターにグリッドラインっていうのがあるんですね。縦横とか対角線上に綺麗に線を引いてくれるので、どこが中心かが分かるんですね。で、まずそのグリッドラインを表示するっていうのと、フォーカス、カメラによるんですけど、僕のカメラは、フォーカスを中心に合わせることができるんですね。で、その中心に合わせることによって、ハイパーラプスの軸となる、フォーカスする点を決めることができます。で、カメラの ISO 感度とか NH とかの設定はいつも、撮影しているその設定にお任せします。で、次にですね、やらなきゃいけないのはまず現場ですね。現場を見てどういう風にハイパーラプスを撮りたいかっていう場所を決めなきゃいけないんですね。例えば僕が今回であれば上海の時計台の時計板の中心のところ、その中心に、カメラを動かすために自分の歩く道も決めなきゃいけないんですね。で、かつ大事なのが、なるべくカメラに紐は取り付けてください。で、紐を取り付けてこの首元と、この伸びる範囲っていうのは変わらないので、この位置で高さとかもなるべく変えずにこのまま一歩ずつ歩いてシャッターを押す、一歩ずつ歩いてシャッターを押す。で、この工程を繰り返すと基本的に写真の高さ、カメラの高さとか横の幅とかもそんな変わらないですし、ずっとこの均一にまっすぐ進むっていうことがこの紐を使うことによってできるので、これが三脚効果ですね。今の流れが一応いつも僕がやっているハイパーラプスの流れとなります。で、以前の僕の動画でそのハイパーラプスの写真をライトルームでレタッチしてから Adobe Premiere Pro で編集するっていう流れをご説明したと思うので、今回のこの動画の次に見ていただければ、今回は撮影の仕方から編集の仕方まで、一連の流れになると思うので、概要欄にリンクも貼っておくのでぜひチェックしてみてください。で、あとハイパーラプスの次にモーションブラーっていうのがあって、そのハイパーラプスの映像にモーションブラーをかけるとよりなんていうの、言葉では伝えづらいんですけど、かなりいい感じの映像になるので、チェックしてみてください。概要欄にリンク貼っておきます。はい、以上でハイパーラプスの、撮影の仕方について簡単にご説明したと思うんですけど、実際撮影自体はすごく大変ですけど比較的簡単なやり方だと思うので、皆さんぜひ試してみてください。ハイパーラプスの説明は以上となります。本日もどうもありがとうございました。